宇宙世紀におけるスペースノイドの政治的自立に関する歴史的考察、地球連邦支配体制の変容と真の独立への軌跡、序章、宇宙世紀の構造的矛盾と本校の視座、第一節、宇宙移民政策の起源と歪み、宇宙世紀ユニバーサルセンチュリー、UC の幕開けは人類の希望と絶望が混在する歴史的転換点であった。西暦の終わり、地球は人口爆発、資源枯渇、そして環境汚染という三重苦に直面し、人類種の存続そのものが危ぶまれる状況にあった。この危機を回避するための唯一の現実的な解放として提示されたのが、地球周辺軌道への巨大な人口居住区、スペースコロニーの建設と、そこへの大規模な人口移動、すなわち宇宙移民政策であった。しかし、この壮大な計画は、その短所から深刻な構造的歪みを内包していた。移民の対象となったのは、主に経済的弱者や政治的発言力を持たない層であり、彼らは半ば強制的に地球から帰民されたのである。一方で、政治家、官僚、財界の有力者といった特権階級の多くは地球にとどまり、安全な地上から宇宙の統治を行うという支配者アースノイドと非支配者スペースノイドの二重構造が固定化されることとなった。この歪みは UC0001 年の改暦セレモニーにおいて発生したテロリズム、首相官邸、ラプラスの爆破事件によって象徴的に示されている。後にラプラス事変として知られることになるこの事件の真相には、宇宙世紀憲章に記されるはずであった。将来的なスペースノイドへの参政権付与を約束する条文の存在をめぐる連邦政府内の暗闘があったとされる。この条文が歴史の闇に葬られたことは、連邦政府が当初からスペースノイドを対等な政治的主体として認める意思を持たず、あくまで地球の資源供給源、あるいは搾取の対象として位置づけていたことの証左であると言えよう。宇宙世紀はこのような体制の現在を背負って開始されたのである。第2節、真の独立の定義と本論の目的。本論はこのような構造的矛盾を抱えた宇宙世紀において、スペースノイドがいかにして地球連邦の支配体制から脱却し、自立した存在としての地位を獲得するに至ったかを歴史的に考察することを目的とする。その際、重要となるのが独立という概念の定義である。そこで本論では、スペースノイドの真の独立を以下の3つの要素が達成された状態と定義する。1、経済的自立。地球からの資源供給や市場に過度に依存することなく、コロニー独自の経済圏を確立し、維持できる状態。2、政治的自己決定権の実質的確立。連邦政府の意向に左右されることなく、各サイド、あるいはコロニーが自身の内政や外交政策を自律的に決定し、実行できる状態。3、連邦軍事力による強制力の排除。連邦軍の駐留や軍事介入の脅威にさらされることなく、自らの安全保障を自力で、あるいは他サイドとの連携によって確保できる状態。本論の目的は UC0001 年の黎明期から連邦政府の統治能力が著しく低下し、コロニーが実質的な自立を余儀なくされる UC0150 年代までの歴史的プロセスを前述の真の独立という観点から再構成することにある。その際、特に注目するのは一年戦争、グリプス戦役、両ネオジオン構想といった主要な戦争動乱がいかにして連邦の支配体制を軍事的、経済的、政治的に摩耗させ、結果としてコロニーの自立を促す触媒として機能したかという逆説的な視点である。第1章、黎明期の思想と武力による独立の挫折。UC0050 年代から UC0080。第1節、コロニーナショナリズムの勃興とジオンズム大君の思想。宇宙世紀の進展とともに、コロニーで生まれ育った第2世代、第3世代のスペースノイドが増加し、彼らの間には地球を故郷とは見なさない新たなアイデンティティ、すなわちコロニーナショナリズムが芽生え始めていた。この潮流を理論化し、強力な政治運動へと昇華させたのが、再度3の思想家ジオンズム大君であった。大君の思想の革新は、コントリズム、
再度国家主義とエレズム地球聖地主義の2つに集約される。前者は各サイドは地球連邦から独立した主権国家として独自の自治を行うべきであるという主張であり、後者は人類の発祥の地である地球を神聖な場所として保全するため、全ての人類は宇宙へ移住すべきであるというアースノイドの特権性を否定する急進的な思想であった。これらの思想は連邦の搾取に苦しむスペースノイドの間に熱狂的な支持を呼び起こし、 UC0058 年サイド3はジオン共和国として独立を宣言するに至った。しかし大君の理想は彼の急死後実権を掌握したザビ家によって大きく歪められることとなる。ザビ家は大君の思想を自らの権力基盤を強化するためのプロパガンダとして利用し、国内の反対派を粛清して独裁体制を確立した。彼らは優生人類説を唱え、スペースノイド、特にジオン国民こそが選ばれた民であるとしてアースノイドに対する先民思想的な優越感を煽り立てた。こうして高潔な理想から始まった独立運動は排他的かつ好戦的な軍事独裁国家による覇権主義的な挑戦へと変質していったのである。第2節1年戦争の勃発とジオン公国の挑戦。 UC0079 年1月3日、ジオン公国を名乗ったサイド3は地球連邦政府に対して宣戦を布告した後に一年戦争と呼ばれるこの未曾有の大戦はスペースノイドによる武力を用いた現状変更の試みとして最も大規模かつ破壊的なものであった。開戦壁等ジオン公国軍はモビルスーツという新兵器の優位性を生かし連邦軍の宇宙艦隊を壊滅させるとともにサイド1、2、4、5の各コロニーを攻撃し大量虐殺を行った1週間戦争。ルーム戦役、特にコロニーそのものを質量兵器として地球に落下させるブリティッシュ作戦は数十億人のアースノイドの命を奪い地球環境に回復不能な損害を与えたという点で人類史上最悪の戦争犯罪であった。この開戦初期の電撃的な攻勢は圧倒的な国力差を覆し連邦政府に早期講和を強要することを目的としていた。しかし南極条約の締結によって核兵器や大質量兵器の使用が制限されると戦争はジオンが最も避けたいと考えていた長期消耗戦へと移行していった。国力、資源、人口の全てにおいて劣るジオン公国は徐々に継戦能力を喪失し最終的には連邦軍の物量と遅れて開発された連邦製モビルスーツの前に敗北を喫することとなった。 UC0080 年1月1日終戦協定が締結されジオン公国による武力による独立の夢はついえたのである。第3節敗戦の意義と戦後体制。1年戦争の結末はスペースノイドの独立運動に冷徹な現実を突きつけた。それはいかに革新的な新兵器や戦術を駆使したとしても地球連邦という巨大な政治的、軍事的、経済的複合体に対し単一のサイドが正面から武力で挑むことは不可能であるという事実であった。敗戦国となったジオン公国はジオン共和国へと解体され連邦軍の駐留と監視のもと実質的な自治権を大幅に制限されることとなった。他のサイドにおいても連邦軍のプレゼンスは戦前よりも強化されスペースノイドの政治的発言力は著しく低下した。戦争によって荒廃したコロニーの復興は遅々として進まず経済的な対地球依存はむしろ深まる結果となった。一方勝利した地球連邦政府もまた無傷ではいられなかった。開戦初期の劣勢と総力戦による国力の消耗は甚大であり政府の財政は破綻寸前にまで追い込まれた。またブリティッシュ作戦による被害はアースノイドの間にスペースノイドに対する根深い不信と憎悪を植え付けた。この恐怖は戦後の連邦政府の政策をスペースノイドに対する強硬な監視と統制へと向かわせる原動力となった。一年戦争は武力による永久な独立の不可能性を証明すると同時に連邦の支配体制を維持するためのコストを劇的に増大させその内部に将来の紛争の火種をまき散らす結果に終わった。
これはスペースノイドの真の独立への道のりが単純な武力闘争ではなく、より複雑で長期的なプロセスを必要とすることを歴史が示した最初の教訓であった。第2章、連邦の反動化と内なる闘争による体制の動揺。 UC0081 から UC0089、1年戦争の終結はスペースノイドに武力による独立の挫折をもたらしたが、同時に地球連邦内部の支配構造そのものに深い亀裂を生じさせた。連邦政府は戦時中の恐怖体験とジオン残党の潜在的な脅威に対処するため、統治を強硬路線へと傾注させ、その反動的な行動が結果として連邦体制のさらなる動揺を招くこととなった。第1節、デラーズ紛争とティターンズの台頭。1年戦争終結後も地球連邦軍の残党狩りとジオン公国軍残党による抵抗活動は散発的に継続していた。UC0083 年に発生したデラーズ紛争はこの残党勢力による最大規模のテロ作戦であった。エギー・ユ・デラーズ率いる残党軍はコロニー・アイランド・イフィッシュを強奪し地球へ落下させるというかつてのブリティッシュ作戦を彷彿とさせる作戦を決行した。この事件は地球連邦に極度の危機感と強硬な反動を生じさせた。連邦議会はスペースノイドの反乱を未然に防ぎ、地球圏の治安維持を名目として地球至上主義的なエリート部隊ティターンズの設立を承認した。ティターンズは連邦軍内部の権限を大幅に移譲され、スペースノイドに対するいかなる弾圧も許容されるという暗黙の了解のもとに恐怖による統制を確立した。彼らはコロニーの住民に対する監視、政治活動の抑圧、そして必要とあらば無差別な暴力、例再度3への毒ガス注入も辞さない姿勢を示し、連邦政府の支配を象徴する暴力装置として機能した。このティターンズの台頭はスペースノイド全体の反連邦感情をさらに高めると同時に連邦政府の政治的自由主義の終焉を意味した。連邦政府は支配の正当性を思想ではなく軍事力に依存するようになり、その統治は官僚主義的な腐敗と権力の暴走を内包する危険な状態に陥った。第2節、グリプス戦役、連邦内部のイデオロギー闘争。ティターンズによる過度な弾圧と地球至上主義的な政策は連邦政府内からも反発を招いた。UC0087 年、ブレックス・フォーラ准将を指導者とする反地球連邦組織エウーゴが結成される。エウーゴはスペースノイドの権利擁護とティターンズの戦後阻止を掲げ、連邦内部のスペースノイドの代弁者としてティターンズとの武力抗争、すなわちグリプス戦役へと突入した。この戦役は一年戦争のようなサイド間の戦争とは異なり、連邦軍内部の権力闘争という側面が強かった。連邦軍はエウーゴ、ティターンズ、そしてイオリミ的な連邦正規軍という3派に分裂し、地球圏全域を戦場とする内戦状態に陥った。この内戦は連邦政府の統治機構がもはや一枚岩の支配体制ではないことを露呈させた。グリプス戦役における最も重要な政治的転換点はエウーゴの指導者となったクワトロ・バジーナ・シャー・アズナブルによる UC0087 年のダカール演説である。彼は連邦議会が開催されている地球上ダカールにおいてティターンズの非道な行為を糾弾し、地球連邦政府の腐敗とスペースノイド弾圧の実態を世界に告発した。この演説は地球市民を含む広範な人々に連邦支配の欺瞞を認識させ、ティターンズを政治的に孤立させた。最終的にティターンズはエウーゴとハナーン・カーン率いるネオジオンの攻撃により壊滅し、連邦の強硬支配体制は自らの内部分裂によって崩壊した。この戦役は連邦による中央集権的な支配構造の揺らぎを決定づけた出来事であった。第3節、第1次ネオジオン構想と旧体制復興の限界。グリプス戦役の終結直後、疲弊した連邦政府とエウーゴの隙を突く形でジオン公国の残党勢力であるアクシズ後のネオジオンが地球圏に帰還し勢力を拡大した。 UC0088 年から UC0089 年にかけての第一次ネオジオン構想はハナーン・カーンの強力な指導力のもと再度3を再び事実上制圧し、
旧ジオン体制の再興を試みた戦争であった。ハマーンは連邦の弱体化とエウーゴの戦力不足を巧みにつき、スペースノイドの間に残るジオンへの強襲と独立への渇望を利用して一時的に優位に立った。彼女はサイドニなどのコロニー軍に対し連邦からの離脱とネオジオンへの参加を迫り、武力と政治工作によるスペースノイド共同体の再統合を図った。しかしこの試みもまた短期的な成功に終わった。ネオジオンの指導原理はザビケ再興という旧体制のアナクロニズム、時代錯誤に依拠しており、1年戦争後のスペースノイド全体が求める新しい時代の政治的ビジョンを提供できなかった。特にハマーンの強権的な統治手法は広範なスペースノイドの支持を獲得するには至らなかった。結局ネオジオンもまた内部分裂を起こし、エウーゴ及び連邦軍残存勢力によって鎮圧された。この構想の意義は、武力による独立国家の再建という試みがもはや時代遅れであり、スペースノイドの未来は単なる旧体制への復帰にはないことを明確にした点にある。2度のジオン系の独立闘争の挫折は、スペースノイドの思想を武力による即時的な独立から連邦体制の内部崩壊と各サイドの足元からの自立へとシフトさせる歴史的な転機となったのである。連邦はかろうじて体制を維持したが、その支配力はかつてないほどに摩耗し、内部統制の効かない形骸化の道を歩み始めることになる。第3章、思想的対決の極北と見えざる転換点。 UC0090 から UC100、UC0090 年代はこれまでの武力による分離独立の試みが最終的な結末を迎えるとともに、地球連邦の支配体制がその正当性において致命的な打撃を受ける見えざる転換点となった時期である。この時期の出来事は、後にスペースノイドが実質的な自治を確立するための思想的政治的基盤を築いた。第1節、第2次ネオジオン構想、シャアの反乱。第1次ネオジオン構想の終結から数年後、地球連邦軍内に潜伏していたシャア・アズナブルが再びネオジオンを組織し、UC0093 年に第2次ネオジオン構想、通称シャアの反乱を引き起こした。この戦争はこれまでの戦役とは一線を画す思想的対決の極北であった。シャアの行動原理はもはや再度の政治的独立ではなく、ジオンズム大君の理想とニュータイプの可能性が地球連邦の支配体制とアースノイドの惰性によって永久に圧殺されるという深い絶望感に基づいていた。彼の最終目的は巨大な小惑星アクシズを地球に落下させることで地球環境を強制的にリセットし、人類全てを宇宙へ上げるという極めて過激な環境保全と人類の覚醒を目的とするものであった。この武力行使はスペースノイド独立運動の歴史において最も絶望的な最終手段であった。シャアは対話による解決の限界、そして連邦の支配構造が自ら変わる可能性を完全に否定した。しかしアクシズ落としはロンドベル隊と最終的にはモビルスーツに組み込まれたサイコフレームの共振という超常的な現象によって阻止された。この出来事はニュータイプ能力を通じた人の意志の集合と発露が物理的な危機を乗り越える可能性を示したが、その影響は短期的超常的な現象にとどまり、連邦の政治的現実を根本的に変革するには至らなかった。シャアの反乱は武力を用いた急進的な手段が理念の遺憾にかかわらず最終的には失敗するという歴史の教訓を再度繰り返すこととなった。第2節、ラプラス事変と体制の欺瞞の露呈。シャアの反乱から数年後、UC0096 年に発生した一連の事件、すなわちラプラス事変は連邦の支配体制に対して軍事的な打撃ではなく正当性の破壊という形で致命的な影響を与えた。この事変は連邦政府の設立時に封印されたとされる宇宙世紀憲章のオリジナル条文、通称ラプラスの箱をめぐる攻防であった。この条文は将来宇宙移民者がその英知を獲得した暁には地球連邦政府は彼らを優先的に迎え入れ、その政治体制に参画させるというスペースノイドへの参政権付与を約束するものであった。連邦政府は
この条文が公開されることで、自らの支配体制の根本的な欺瞞、初期の独立の可能性を秘匿したことが露呈し、スペースノイドによる大規模な反乱を誘発することを極度に恐れていた。過去の解放と条文の公表は、スペースノイドの武力による独立運動を即座に再燃させることはなかったが、その影響は思想的、政治的なレベルで深く浸透した。連邦政府は、自らの体制の基礎がスペースノイドを政治的に排除するという現在の上に成り立っていたことを世界に知らしめられ、その統治の正当性は大きく揺らいだ。これ以降、連邦政府はスペースノイドの要求を力で抑え込むことはできても、道義的、歴史的な正しさを主張する根拠を完全に失った。これは連邦の支配構造を内部から蝕む、静かで不可逆的な転換点であった。第3節、ジオン共和国の自治権返還と UC100 年の幻想。ラプラス事変の解決後、連邦政府は体制の安定化を図るため UC100 年をもって再度3のジオン共和国の自治権を完全に返上させ、連邦への完全編入を断行した。これは表面上は1年戦争以来の戦後の終結を象徴する出来事であり、連邦による全宇宙領域の統一的な支配体制の完成を意味しているように見えた。しかし、この形式的な統合の裏側では、連邦の支配はすでに空洞化しつつあった。度重なる戦役による財政の悪化、ティターンズのような強権組織の崩壊、そしてラプラス事変による政治的正当性の喪失は連邦政府の統治能力を著しく低下させていた。連邦軍は肥大化し、官僚主義的な腐敗が蔓延し、地球圏全域を監視統制する実行力を失い始めていた。この時期以降、スペースノイドの独立への道筋は、武力や思想による正面対決から連邦の統治の空白を自らの実力と自衛によって埋めていくという、より現実的かつなし崩し的なプロセスへと移行していくことになる。第4章、連邦の形骸化と実質的自治の獲得。UC100 年代以降、UC100 年の形式的な戦後終結以降、スペースノイドの独立運動は従来の武力による正面からの挑戦というフェーズから地球連邦という巨大な構造物の腐食とその統治能力の空洞化をテコとした実質的な自治獲得のフェーズへと移行した。連邦は名目上の宗主国として残存し続けたが、その支配の実効性は急速に失われていった。第1節、マフティー動乱に見る反体制運動の変質。 UC0105 年に発生したマフティー動乱は、この時代の反体制運動の性質が再度の独立要求から連邦内部の腐敗と地球特権階級に対する直接的な強制へと変質したことを示す象徴的な事件である。マフティー・ナビーユ・エリン、ブライト・ノアの息子であるハサン・エノア率いる反地球連邦政府組織マフティーは、連邦政府の政策、特に特権階級アースノイドが地球の優遇された居住権を独占し続ける人為的な先民システムに対してテロリズムという手段で抵抗した。彼らの行動はスペースノイドの政治的権利を求める運動というよりは、地球に居座り続ける連邦特権階級に対する制裁という意味合いが強かった。この動乱が示した重要な点は、連邦政府の求心力と威信が決定的に低下していたことである。連邦軍は組織的な独立戦争に対処する能力は持っていたものの、指導部の腐敗により内部統制が効かず、テロリズムやゲリラ活動に対して有効な手を打てなくなっていた。また、地球環境の悪化が深刻化する中で、地球に住むアースノイドの特権性も徐々に揺らぎ始めており、地球中心の支配体制の道義的な正当性はこの頃にはほぼ完全に失われていたと言える。第2節、コスモバビロニア建国戦争とフロンティアサイドの自立。連邦の支配力低下は辺境のスペースコロニー軍においてより顕著な形で現れた。UC0123 年、サイドフロンティアにおいてドナ家を中心とする貴族勢力が武装蜂起し、コスモバビロニア建国戦争が勃発した。この戦争が特筆すべきは、連邦政府、特に連邦軍の対応能力が極度に欠如していたという点である。地球連邦軍は貴族勢力の攻撃に対し効果的な反撃を行うことができる。フロンティアサイドの治安維持と軍事防衛をほとんど放棄する状態に陥った。これは連邦軍が組織の硬直化と予算削減により
広大な宇宙空間での実効的な兵力投射能力を失っていたことの明白な証拠であった。貴族勢力は貴族主義という新たな指導原理、優良な家系による支配を掲げ、連邦の官僚主義的支配からの脱却と秩序だったコロニー国家の樹立を実現しようとした。この試みは思想的な是非はともかくとして、連邦による一元支配が崩壊し、各コロニー国家軍が並立し始めるという宇宙世紀の新たな政治構造の到来を決定づけた。スペースノイドはもはや連邦に頼ることなく、自らのサイドの安全と秩序を独自の武力と政治体制で確保し始めたのである。これは本論が定義する実質的な政治的自己決定権の確立の方がである。第3節、ザンスカール戦争となし崩し的な独立の完成。UC0140 年代後半に発生したザンスカール戦争は、スペースノイドが真の独立を達成した最も皮肉的で最終的な段階を象徴している。サイド2のコロニー軍を基盤に宗教的色彩の強いマリア主義を掲げるザンスカール帝国が突如として台頭し、連邦支配下のサイドや地球圏に侵攻を開始した。この時、連邦政府と連邦軍は完全に機能不全に陥っていた。かつて宇宙の絶対的な支配者であった連邦軍は、ザンスカール帝国の軍事力に対し組織的な抵抗すらできず、コロニー軍の防衛はリガミリティア、民間人による自衛軍事組織のような非政府、非連邦の武装勢力に依存せざるを得ない状況にまで追い込まれていた。この事態はもはや連邦政府がその存在意義である地球圏の平和と秩序の維持を果たす能力を完全に失ったことを意味する。各コロニーやサイドは自らの生存を第一義とし、連邦の意向や命令を無視して独自の軍事力、モビルスーツ開発を含むと政治的判断で行動することを余儀なくされた。すなわちスペースノイドの真の独立は地球連邦を打倒して主権国家を樹立するという理想主義的な形ではなく、連邦政府が自らの権威と実行力を失い、統治の責任を放棄した結果として、各サイドが否応なしに自立せざるを得なくなったというなし崩し的な独立という形で完成したのである。スペースノイドは連邦の軍事力による強制力を排除し、政治的自己決定権を実質的に確立したが、それは勝利によるものではなく、支配体制の崩壊という極めて不安定で消極的な形で達成されたものであった。終章、宇宙世紀における独立の歴史的評価。結論として、宇宙世紀の歴史は中央集権的な巨大権力がその支配の正当性を見失い、内部の腐敗と武力による強硬路線に傾倒した結果、最終的にその支配力を自ら摩耗させていく過程であったと言える。スペースノイドの真の独立は英雄的な勝利の物語ではなく、連邦の自戒という長い歴史の動態の結果として、不安定ながらも自律的な生存の様式として獲得された。それは政治的統合を失った宇宙において、スペースノイドたちが自らの未来を自らの手で築き続けなければならないという終わりのない試練の始まりでもあったのである。チャンネル登録、高評価お願いします。